お姉ちゃん、お父さんから不倫したから家には帰ってくるなって言われたんじゃないの？不倫で結ばれた私たちを嫌うのはわかるけど、そんないきなり突っかかってくることないんじゃない？ほら、私たちに赤ちゃんができたの。さすがに出産の報告くらいはしに来てもいいんじゃない？姉の言葉に、私はうっかり羨ましそうな表情をしてしまった。どう？羨ましいでしょう。幸せな私たちに渡すものがあるでしょ？今日は妊娠したからご祝儀もらいに来た。相変わらずブスだな、お前。顔は下の中ってとこだよな。そんなお前じゃ、新しい男を作るなんて絶望的だな。すでに縁を切られているということもあって、二人は母の苗でもお構いなしに私をいじる。怒りで私の全身に力が入っていることに気づいた母は、私が二人を怒鳴る前に静かに口を開いた。あんたたち、聞いてないの？え？何の話？母の口から事実を聞いた姉と元夫は衝撃を受ける。しかも母は驚く二人に追撃をする。では、とどめは私が刺すことにしよう。私は夏美。エンジニアをしている。夫の誠は7つ年上で民間企業の研究員だ。私が夫と知り合ったのは合コンである。私は容姿に自信がなく、顔面の自己評価は下の中だ。そのため、合コンに参加しても、いつも綺麗どころの引き立て役や料理を頼んだり、会計をしたりなどの雑用係に徹することが多い。ドラマチックに男性からアプローチを受けることも期待できないので、合コンは誘われても断るようにしていた。しかし、その時は、急に参加者の一人が風邪をひいて出られないということで、友人に頼み込まれた。完全に人数合わせだ。ただ、友人が困っていることを見過ごせず、人助けと思って参加することにした。その合コンに、夫はいた。このお皿片付けますね。あ、すいません。もしかしてまだ食べてました？夫はイケメンで、合コンが始まった瞬間は、女性陣から猛アプローチを受けていた。しかし、夫はどの女性とも目線を合わせず、声ももごもごしていて、聞き取りにくい。夫は極端なコミュ障だったのだ。そのため、数十分もすると、女性陣は夫から離れて、夫は普段の私のように雑用係をしていた。イケメンということで少し近づきにくさを感じていたが、一人で雑用係をする夫に親近感を覚えた私は、珍しく自分から異性に声をかけた。私も手伝いますね。ありがとう。やはり目は合わせてくれない。しかし、一緒に雑用をするうちに少しずつ会話はしてくれるようになった。すいません。僕、人と話すのが苦手で、特に女性と話すと緊張して。なのに、どうして合コンに？今日は数合わせで、いつもは断るんですけどね。私と一緒ですね。私もいつもは断ってて、今日は数合わせで参加したんです。夫は私の顔を見ながら話してくれるようになったが、それでも目は合わせない。せっかくのイケメンで研究員というハイスペックであるにもかかわらず、もったいないことである。みんな積極的ですね。僕は勉強ばかりしてきて、どうもそういうのは苦手で。それに、今は仕事が大事だから、恋愛はそのうちでいいかなって思ってるんです。私も今は仕事が大事だと思います。若いうちに経験を積まないといけませんもんね。私たちは恋愛に興味がないという話題で意気投合し、やっと夫は私の目を見て話してくれるようになった。ただ、この恋愛に興味がないというのは私たちの強がりである。恋愛経験の少ない私たちは恋人の作り方がわからないので、今は必要ない
と言ってしまうのだ。お互いに強がっていることを察することができた私たちは、何か用事があった時に連絡しようという、よくわからない名目で連絡先を交換。合コン後は、ぎこちない連絡やデートを重ねて交際がスタート。結婚にまで至ることとなった。結婚するとなれば、両親への挨拶が必要だ。ここでも夫のコミュ障が発動。いらっしゃい。待ってたわよ。すいません。突然お邪魔しまして。え？そんな小声じゃ聞こえないわよ。それに、事前に連絡してるんだから、突然じゃないでしょう。夫は、玄関で出迎えてくれた母の顔を見れず、お腹あたりを見ている。初対面の母に緊張して、声ももごもごしているので、母は夫の声が聞き取れなかったようだ。第一声から母に聞き返されてしまったことで、すでに夫の表情は熱したパチンコ玉のように真っ赤だ。ごめんね。緊張してるの。お父さんはリビング？さあ、上がって。私は場の空気を変えるために家に上がる流れを作る。いきなり失敗した夫の足取りは重く、まるで足に鎖でもつけられているかのようだ。表情もかなり引きつっている。そんなに緊張しないで。私は小声で夫にリラックスするように言ったが、リビングの戸を開けると、私の表情も硬くなってしまった。あれ、お姉ちゃん？リビングには父だけがいると思っていたが、そこには姉の彩香もいた。帰ってきてたの？あんたが結婚相手を連れてくるってお母さんから聞いたから帰ってきたのよ。わざわざ実家で会わなくても家が近いんだからそのうち紹介するのに。何言ってるのよ。いつもあんたの連絡は遅いから待ってられないのよ。リビングのソファーに座る姉を見て、私の足はリビングに入ることを少しためらった。私と姉はあまり仲良くない。正確には私が一方的に苦手意識を持っていて、少し距離をとっている。姉は綺麗なロングヘアで顔立ちも整っていて美人だ。また体型もスリムでありながら女性としては立派なものをお持ちだ。それに比べて私は、姉と自分を比べる必要はないと思う人もいるだろうが、姉妹は必ず比較されるものなのだ。私がネガティブ感情が強めな大人となったことも仕方がないと言えるだろう。ただ、姉にも一つだけ弱点がある。小さな頃から可愛い、綺麗、美人と言われ続けてきた姉は、周りからちやほやされて育った。そのためか、性格には少し難ありだ。それを私がはっきりと理解したのは、姉が中学3年の受験生で、私が中学1年だった時だ。お姉ちゃん、受験生でしょ？勉強しなくていいの？私は石油王と結婚して養ってもらうから、勉強はしなくていいの。この時、私はちゃんと勉強しようと決めた。また、この姉の言葉のおかげで、私はエンジニアになれたと思う。ただ、石油王は大げさだが、玉の腰になろうというのは本気だったようだ。姉は高校生の時から美容やファッション、会話術や人の心理などを勉強していた。大学時代にはハイクラスの大学に通う将来有望な彼氏もいた。しかし、姉はその彼氏をあっさりと捨てた。お姉ちゃん、なんで彼氏と別れたの？イケメンで優しくて頭良くて完璧超人だったのに。あいつ、就職活動しないのよ。その理由が、俺は起業するから就職しないとか言ってんのよ。信じられないわ。大企業に入って出世して、私を楽させてくれない男はいらないわ。この時、
姉とは少し距離を取ろうと決めた。しばらくすると、その彼氏は就職活動を始めたのだが、姉に復縁する気はなかった。結局就活始めやがんの。あんな口だけ男とは別れて正解だったわ。姉はリビングのソファーに寝そべってスマホをいじりながら私の顔を見ないで淡々と説明する。姉の元彼には何度か会ったことがあり、優しい人だったので、できれば復縁してくれればと思ったが、私の望み通りとはならなかった。大学を卒業した姉は化粧品販売会社に就職して美容部員として働き始めた。美容やファッションなどに興味があったこともあるが、美容業界は合コンやお誘いなどで出会いが多いという噂を聞いて飛び込む。姉は美人でよくモテる。しかし性格はひねくれている。そのため新しい彼氏ができても数ヶ月もすると男性が耐えきれなくなって離れていくというのがお決まりのパターンだ。それでも姉はモテるので、フリーになるとすぐに次の男性が寄ってくる。姉は多くの男性と付き合って、条件のいい男性が現れたら結婚するつもりのようだ。だが、なかなか納得できる条件の男性には出会えないらしい。今回の男は62点で SR ってとこかな。でも、結婚するならやっぱり90点以上の UR とか LR くらいのレアリティは欲しいわよね。姉はガチャ感覚で彼氏を作って将来の旦那を探している。そのため、新しい彼氏を探したり作ったりすることを旦那候補ガチャと呼んでいた。夫と出会うまで恋愛経験がなかった私とは正反対だ。よく同じ両親から生まれたと思う。ただ、姉はあまりにもモテたせいか、高望みしすぎて30歳になった今でも結婚はまだできていない。30歳を超えて20代ほどの勢いはなくなったので、少しずつ焦りを感じているようだ。これだけポンポンと姉のエピソードが出てくるのは、それだけ私が姉に対して強い苦手意識を持っているということだ。それから、こんな姉なので、できれば結婚の挨拶という大切な場では、夫を紹介したくないと思っていた。はじめまして、お邪魔してます。誠さんでしたっけ？緊張してるんですか？そんな必要ないですよ。さあ、座ってください。姉の言葉で、夫と私はリビングに入る。姉と夫は初対面だ。それなのに、珍しくコミュ障の夫は、姉の顔を見ながら会話ができている。夫が家族と仲良くなることは喜んでいいことだ。しかし、私は後に、やっぱり姉と夫を合わせる場とタイミングは慎重に選べなかったことを悔やむことになる。両親に挨拶してから数ヶ月後、私と夫は結婚した。新婚生活が始まると、私は幸せで寝る時以外ずっと顔がにやけている。しかし、幸せな結婚生活はすぐに私の想像していないものへと変わった。今日も帰りは遅いの？ああ、ちょっと研究が大詰めでな。泊まりになるかもしれないから、帰りを待ってなくていいから。夫は靴を履くと、私の方を振り返ることなく出勤していった。結婚したばかりだというのに、毎日このような寂しい見送りから一日が始まる。また、夫の帰りはエンジニアの私よりも遅く、晩ご飯は一人で静かに食べる。部屋には興味のないテレビ番組の音だけが響く。とても新婚夫婦の生活とは思えない食事風景だ。休日を一緒に過ごせれば文句はないのだが、夫は一人で出かけてしまう。そのため、私は溜まった洗濯や掃除を一人で黙々とこなす。新婚なのに毎日帰りが遅く、休日に一人で出かければ、
夫の不倫を疑う人もいるだろう。しかし、恋愛経験があまりない私は、脳内がお花畑になっていて、夫が新婚早々に不倫するはずがないと思い込んでいた。結婚から半年後、そんな鈍感な私でも、夫の不倫を疑うような出来事が起こる。ある日の休日、夫のスーツをクリーニングに出そうと思って、上着のポケットの中身を確認していると、リップが出てきた。私はリップをリビングのテーブルの上に置いて、眺めながら、そんなはずはないと、何度も嫌な想像を頭の中から払いのける。恋愛経験の乏しい私が、いくら考えても答えは出ないので、既得した夫に直接聞いてみる。ねえ、スーツの上着ポケットからリップが出てきたんだけど、これって誰の？そんなの知らないよ。満員電車に乗ってるから、誰かのものがたまたま入ったんじゃないか。夫は私の目を見て、はっきりとした口調で返してくれた。非常に稀なことではあるが、他人のリップがたまたまポケットに入る可能性はゼロではない。不倫の追求はどうすればいいのかわからなかった私は、リップを手に持って眺めながら、そういうこともあるかと、自分を無理やり納得させる。しかし、1週間後の休日に、今度は夫のデニムのポケットからマスカラが出てきた。これがおかしなことであることは、さすがに私でもわかる。私は前に出てきたリップとマスカラをリビングのテーブルに並べ、貧乏ゆすりをしながら、それらを眺めた。夫はまた一人で出かけているので、家の中は静かだ。外から車の音や通行人の会話も聞こえてくる。ぼーっと数分ほど化粧品を見ているうちに、私はあることに気がついた。これらは姉が働くお店で扱っている商品だ。不倫の可能性があるのでしっかりと証拠を集めた方がいいのだが、知識のない私はストレートに帰宅した夫を問い詰めた。ねえ、今度はマスカラが出てきたんだけど。私は帰宅して玄関で靴を脱いでいる途中の夫にマスカラを突きつけた。2週連続ということもあり、夫は少し焦った表情をして、その表情を隠すためか、靴を脱ぐふりをして、私から視線をそらす。夫の態度に確信を持った私は、今回は追求する。リップもマスカラも、お姉ちゃんのお店で扱ってる商品よね。もしかして、お姉ちゃんと不倫してる、なんてことないわよね。これらの化粧品は、どこにでもあるものであり、不倫の証拠となるものではない。しかし、知識のない私は、決定的な証拠をつかんだかのように、夫に詰め寄る。ああ、そうだ。俺は彩香さんと付き合ってる。夫も私と同様に恋愛経験に乏しいので、不倫の隠し方はさっぱりだ。またこの時すでに私と離婚して、姉と一緒になることを決意していたこともあるだろう。夫は、後の展開を気にせずに、不倫を認めた。無知とは怖いものである。不倫は発覚したが、私も夫も、この先はどうしていいのかわからない。そのため、不倫相手である姉を家に呼ぶことにした。後から考えてみると、これは恋愛弱者である私たちであれば、このような展開になると予想して、姉の仕組んだ罠だったのかもしれない。その証拠に、私が姉に連絡すると、姉はすぐに家へとやってきた。リビングで話し合いをしたのだが、私が一人でソファーに座り、対面に姉と夫が座る。完全に2対1の構図が出来上がっている。しかも、夫には恋愛強者の姉がいる。そのため、私はさっきまで夫の不倫が発覚して強気だったのが、急に自分の体が一回り小さくなったように感じた。
誠さんのことはごめんなさい。でも、私たちは本気なの。そうなんだ。だから俺と別れてほしい。いつから二人の関係は始まったの？あんたたちの結婚の挨拶の時よ。俺も、彩香さんも、互いに一目惚れしたんだ。だから、姉に会わせたくなかったんだ。私は、夫の別れてほしいという言葉に血の気が引いて寒さを感じたが、怒りもあって暑さも感じるという不思議な感覚になった。ふと二人を見ると、その手は握り合っている。その様子を見て、私は関係が修復不可能で諦めるしかない状況であることを悟る。こうして私は結婚から1年も経たずに離婚することとなった。離婚のショックは大きく、私は仕事を辞めて実家に帰ることにした。離婚の経緯を両親に説明すると、当然ながら激怒。父は姉にもう家に帰ってくるなと電話で怒鳴りつけたらしい。姉の顔はもう見たくないので、父の対応には助かった。離婚から2年後、ショックは大きかったが、私は元気を取り戻すことができた。姉と元夫のいざこざも、すでに記憶の片隅だ。しかし、やっと嫌な思い出を忘れかけていたにもかかわらず、2年ぶりに姉からメッセージが届いた。あんた、実家にいるの？姉からのメッセージに、私は離婚の時の寒さと暑さを感じる不思議な感覚を再び感じた。正直、あまり関わりたくない。しかし、急にメッセージを送ってくるということは、何か大事な用事かもしれない。いる。私は不安に少し指を震わせながら淡白な返事をした。メッセージを送った瞬間に既読のマークがついた。姉から返信があるかもと思って心臓の音を大きくしながらスマホ画面をしばらく眺める。しかし5分ほどしても姉からの返事は来ない。私の不安は少し和らぎ、心臓の音は元に戻った。姉のメッセージが来た日から3日後。ただいま。お母さん？夏美？誰かいる？今度は急に姉と元夫が実家にやってきた。うちには私と母の2人。どうやら何もできずに引き下がってしまった2年前の復讐をする機会を神様が与えてくれたようだ。私と母は元夫を出迎えに玄関へと向かう。玄関を開けると姉と元夫が立っていて、姉のお腹は大きく膨らんでいた。姉はそのお腹を私に見せつけるようにさすっている。お姉ちゃん、お父さんから不倫したから家には帰ってくるなって言われてたんじゃないの？不倫で結ばれた私たちを嫌うのはわかるけど、そんないきなり突っかかれてくることないんじゃない？ほら、私たちに赤ちゃんができたの。さすがに出産の報告くらいはしに来てもいいんじゃない？今度は元夫が姉のお腹をさすって幸せアピールをしてきた。姉は美人で元夫はイケメンだ。きっと生まれてくる赤ちゃんは可愛いに違いない。うっかり私は羨ましそうな表情をしてしまった。どう？羨ましいでしょう。幸せな私たちに渡すものがあるでしょ。今日は妊娠したからご祝儀もらいに来た。相変わらずブスだなお前。顔はゲのチュってとこだよな。そんなお前じゃ新しい男を作るなんて絶望的だな。すでに縁を切られているということもあって、二人は母の前でもお構いなしに私をいじる。姉はご祝儀をもらいに来たのではなく、私に赤ちゃんを自慢しに来たのだろう。
元夫はコミュ障だった時の面影はない。おそらくこの2年で姉の影響を受けたのだろう。それにしても私の顔が下の中と言われたことには腹が立つ。自己評価でも下の中だが、他人に言われるとこんなにもムカつくものなのか。私の全身に力が入っていることに気づいた母は、私が2人を怒鳴る前に静かに口を開いた。あんたたち、聞いてないの？え？何の話？ご祝儀を渡すのはいいけど、あんたたちからも、夏美にご祝儀渡しなさいよ。ご祝儀って、どういうことですか？夏美にも赤ちゃんができたってことよ。姉と元夫は、まるで目の前で交通事故が起こったかのような驚き方をした。さすがに心が傷つく。私が妊娠することが、そんなに予想外のことか。これは、ちゃんと説明してあげる必要がありそうだ。私は妊娠4ヶ月になるところだから、まだお腹が目立ってないの。ちなみに、実家にいるのは里帰り出産で、今は実家に住んでないから。でも、実家にいるって。実家にいるかいないか、それだけで判断すればいることになるでしょ。まだ実家に戻るには早いって言ったんだけど、旦那が心配性で、お腹が大きくなる前に帰れって言われてね。旦那、結婚もしたのか？当たり前でしょ。赤ちゃんがいるんだから、旦那さんの写真見せてあげる。きっと驚くわよ。私はにやついた顔で、2人の前に再婚相手の写真を見せた。元夫は誰かわからず、眉間にシワを寄せている。しかし、姉の方は大きく目を見開き、口を手で覆った。この人って、もしかして。そうよ。お姉ちゃんが大学時代に就職しないからって捨てた、元彼の新一よ。私、今は旦那の会社で働いてるの。旦那の会社って。健一はちゃんと起業したの。立派な IT 企業をね。でも、大学の時は起業せずに就職したんじゃ。あれは起業のための下積みが目的だったの。だから起業したのは3年前で、まだ会社はできたばっかりだけどね。でも、旦那が下積みをしていた企業からの後ろ盾があるから、今のところは経営は順調よ。姉は、私のスマホ画面に釘付けた。一流大学に通っていたイケメンな元彼が、社長という肩書きまで手に入れていた。姉の旦那候補ガチャなら、レアリティはウルトラレアだろう。また、会社はできたばかりなので、これからレジェンドレアにクラスアップする可能性も秘めている。スマホ画面から目が離せなくもなるだろう。どうして、あんたが健一とくっついたのよ。お姉ちゃんと別れた後に連絡だけ取り続けてたからよ。恋愛に発展するとは思ってなくて、ただの知り合いとしてね。私は旦那と連絡を取り続けていたことから、就職が下積みが目的であることや、起業に向けて苦労していることなど、いろいろな話を聞いていた。私には旦那に対して何もできることはなかったが、ずっと応援し続けてきたのだ。また、私が離婚して仕事を辞めたことも旦那に話した。すると旦那は、私にエンジニアの経験があるなら、会社を手伝ってほしいと言われたのだ。私はずっと、旦那の起業を応援してきたこともあり、仕事をしながら私と旦那は急接近。トントン拍子に交際から結婚、妊娠まで流れた。私は男の人に点数をつけたりはしないけど、お姉ちゃん的には高得点の新一を取り逃がして残念だったわね。別に、羨ましくなんかないし、私には誠がいるもん。誠だって研究員としてそこそこ収入はあるし、顔だってイケメンだし、私にも赤ちゃんいるし。姉は私の顔は見ているが、目は見ていない。この会話の仕方は私もよく知っている。自信がなかったり、不安を感じたりして、姉は強がっているだけだ。
元夫も姉が強がっていることを汲み取ったようで、申し訳なさそうな表情をしている。自分はその男に劣ってないと、姉を怒鳴りつけてもいい場面だ。しかし、元夫の根っこはコミュ障である。さっきまでは調子に乗って私を煽っていたが、どうやらメッキが剥がれたようだ。私は旦那でマウントを取ったことで、少し気分がすっきりした。姉の悔しそうな表情を見れたので、これで満足だったのだが、母はさらに追い打ちをかけ始めた。綾香、あんた夏美のことをバカにしに来たんでしょうけど、こんなことして、あんたたち大丈夫なの？今度は何よ？何って、お店よ。アパレルかコスメかよくわからないけど、お店の状況が良くないんでしょ？お店？何それ？初耳なんだけど。私の母の顔を見て、何度も瞬きをした。姉は2年前に会社を辞めて、ちょっとしたコスメも売れるアパレルショップをオープンさせたらしい。お店をオープンするときに、母には連絡があったそうだ。しかし、それから姉からの連絡がなく、気になった母は、姉のお店の近くのカフェなどに入り、店員さんなどから情報を集めたらしい。ご近所さんの話では、あまり売り上げは良くないようで、すでに閉店の危機だそうだ。別に、売り上げは悪くないし。順調よ、順調。姉は、母の顔だけ見て、目は合わせていない。明らかに慌てていることもわかる。どうやら、お店の状況は良くないようだ。おそらく、お店の調子が悪くて、強い不安を感じていた姉と元夫は、自分たちの精神の安定を保つために、私を見下して、気分をすっきりさせに来たのだろう。しかし、姉と元夫の目論みは外れ、私はイケメン社長の嫁となり、赤ちゃんもお腹にいる。マウントを取ることには失敗したのだ。私がお腹をさすると、姉と元夫は悔しそうな表情で、私のお腹を見る。母からの思わぬ援護射撃で、私の気分は満腹状態だ。そのため、重要なことをすっかり忘れていた。夏美、あんた大切なこと忘れてるわよ。お腹をさする私に、母は自分のスマホを渡してきた。私は母のフォローに感謝して、スマホを受け取る。そういえば、お姉ちゃんがこの家に来て、最初に私に言った言葉は覚えてる？何？そんなの覚えてないわよ。じゃあ、聞かせてあげる。私は母のスマホの録音アプリを開き、録音された音声を再生した。お姉ちゃん、お父さんから不倫したから家には帰ってくるなって言われてたんじゃないの？不倫で結ばれた私たちを嫌うのはわかるけど、そんないきなり突っかかってくることないんじゃない？ほら、私たちに赤ちゃんができたの。さすがに出産の報告くらいはしに来てもいいんじゃない？録音した音声を聞かせても、姉はこれが何なのかといった表情だ。説明の補足が必要らしい。これはお姉ちゃんが不倫を認める言葉よ。これを証拠に、二人には不倫の慰謝料を請求させてもらうわ。はあ？慰謝料？ 2 年も前のことなのに、今更慰謝料ってどういうことだ？元夫は、急に不倫の慰謝料と言われて驚いている。それに対して姉は、やってしまったという表情だ。お姉ちゃんは理解できてるみたいね。不倫の時効は原則3年だから、問題もなく請求できるわ。でも、2年前のことで証拠もなかったから困ってたの。お姉ちゃん、私が恋愛弱者で、そういう知識は弱いと油断したわね。2年前の私とは違うのよ。姉と元夫は、結婚と妊娠の自慢をしに実家に来なければ、不倫の慰謝料を請求されることもなかっただろう。なんとも間抜けな話である。さて、こっちの話したいことは全部言ったけど、お姉ちゃんたちは何かまだ私に自慢したいことはある？二人は
どんな顔をすればいいのかわからないのか、無表情のまま固まってしまった。何も話すことがないのに、玄関に居座られても面倒なだけである。話すことがないなら帰って。それから、お父さんにはもう家に来るなって言われてるんだから、もう来ないでよね。私は、姉と元夫を追い出すと、勢いよく扉を閉め、あえて音が聞こえるように、鍵も勢いよく閉めた。私と母は、顔を見合わせて、笑顔になった。母の言った通り、姉のお店は赤字続きだった。元夫の給料はそこそこあるが、店舗を支えるだけの額はさすがにない。そのため、姉のお店はオープンから3年と経たずに閉店することとなった。姉のお店はかなり無謀な計画が立てられていたようで、開業資金には元夫の貯金をすべてつぎ込み、足りないお金は借金していた。閉店にも費用はかかり、姉には1000万円を超える借金が残ったらしい。姉が無謀な計画を立てた原因は、自分を過大評価していたことだ。姉は美容部員として化粧品をよく売った。しかし、それは会社の看板や信用があってのことだ。ただ美人であるだけで商売がうまくいくほど、世の中は甘くない。大きな借金を背負ったことで、姉と元夫はよく喧嘩をするようになったそうだ。もっと稼いでこいよ。私は顔も収入もそこそこのあんたで妥協してやったんだ。あんたに私はもったいない女なんだよ。わかるか？だから、あんたはもっと私に尽くさないといけないんだ。はあ、俺の貯金を全部渡してやったのに、これ以上何を尽くせって言うんだ。調子に乗んな。夜な夜な、こんな怒鳴り声が近所に響いているらしい。これでは姉と元夫の関係は長くなさそうだ。もし離婚しなかったとしても、これから子供が生まれて、お金が何かと必要になるし、借金も返さないといけない。どう転んでも、地獄の生活しか見えない。私の方もお腹が大きくなってきた。旦那は心配性で、頻繁に実家に顔を出してくれる。旦那と両親の関係は良好である。こっちは姉と元夫と違って、明るい未来しか見えない。私は早く赤ちゃんが生まれてこないかと、今日もお腹をさする。どうも、ナレーターの葉月です。昨今寒くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ガチャとかで例えることでもないですしね。単に人を見る目がなかったというか、本当に目先の自分の利益しか考えてなかった人の末路っていう感じではありますよね。皆さんはどう思われましたでしょうか。よろしければコメントでお聞かせください。また、高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。